魚が食べてる虫にマッチしたフライを、その本物の虫が流れるようにそのライズした魚のところまで流せばいい。あ、違う、本物食べて。よし。よいしょバッチリだね今のは。おお、これも30オーバーだ。今回はちょっとマッチング・ザ・ハッチの釣りをやってみます。マッチング・ザ・ハッチの釣りっていうのは要するにハッチした、水生昆虫にフライを合わせて、それで釣るというやり方です。そのためにはまず何が大事かといったら、まずハッチがないと成立しません、この釣りは。で、僕らがよく言うのは、マッチング・ザ・ハッチの釣りはまず赤霊、次にハッチで、そのハッチに、ライする、魚を狙って釣ると、この順番が一応一般的です。あとフライはその時に、マッチング・ザ・ハッチの釣りっていうのは、流れる虫を見てその虫にサイズとかパターンを合わせる、その基本になります。あとは、ライズに対して、流す時にとにかくドライブフリーで流すというのが基本になります。今流れたらあれはダンだよな。ほらまだ下に流れてってるじゃん。ほら分かんない名前がついてないメインフライだと思う。大熊は黒く見えるから。マッチング・ザ・ハッチの釣りはね、やっぱりこうやって釣りをする時間よりもハッチを待ってる時間の方がね長いのがね結構普通です。ほらほら流れてんだ。初めて流れるコカゲロを見た。いや、双葉よりでっかいよ。双葉はもっと全然ちっちゃい。双葉によく似てるけど双葉じゃないやつっているんだよ。今回は、ライズ狙いのマッチング・ザ・ハッチということで、例年の虫の出方っていうものをご説明しますと、3月解禁当初ですね、ユスリカ、ブユ、そしてガガンモですね。で3月後半になるとコカゲロウがハッチしだして、4月上旬ぐらいからマダラカゲロウ、4月の、後半ぐらいになるとヒゲナガカワトビケラとか、あとはモンカゲロウとかで、5月いっぱいぐらい、まで、日中も、ドライフライとか、要はライズの、釣りが楽しめます。奥でやった。分かった。今ね、沈め石の頭で単発だけどライズあったね。黒マダラのフローティングニーフでちょっとやってみます。もうちょい手前だな。今ね、フライはね大きいのね、12番だから、ここからダメならちょっとサイズ落としておきます。これを食べてるっていう水生昆虫がちょっと見えないんで、ちょっと合ってるかどうかっていうのもちょっと分かりづらいけど、もうちょっとライブしてくれればフライセレクトしやすいけど。よし、あ、今出たね今ね加えてないから。ここは通称団地裏っていうポイントで、大きいプールで水面がスリックの流れで、ライズも見やすくて、だけど仮称の底石は大きくて、そこで複雑なよれが発生して、ドリフトするのにラインをどう落とすかとかで、ドリフトさせるのが難しくて面白いポイントです。もうちょい
対岸だね。今ちょっとね段が流れた。あと2メーター奥。これやってる時にもう一回ライズしてほしいんだけど、この辺りの筋でいいと思うんだけど、もう一回ライズしないかな。あ、やった。思ってたよりも上流でした。もう50センチ奥、もう一回ライズするのを待って、確実にライズの場所を見極めてもう一回やります。だから水面のものを食べてるライズか、水面下のものを食べてるライズかっていうのは、まあ顔出すか出さないか見てると分かるから、魚が食べてる虫にマッチしたフライを、まあその本物の虫が流れるようにそのライズした魚のところまで流せばいい。だからそれだけだからね、そんな難しいことじゃない。フライ変えなくちゃダメか。チペットが長いっていうのはどういうことかというと、大きいメンディングをするためにはやっぱりその分だけチペットが長くなる。そうじゃないとフライが動いちゃうから。メンディングしなくて流せるんだったらチペットなんかそんな長くなってもいいよね。ただやっぱりこうやってね、水中にこう石が入ってると、その石に流れがぶつかって、まあ、ドラッグの原因になる波が出てるから、まあ、それはどうしてもね、石が多ければ多いほど返しなくて、ちょっとフライを変えよう。しょうがない。このマッチングザハッチの釣りはやっぱり、まあ、今の季節だったら10時半11時ぐらいから、まあ、ハッチがポツポツ始まって、でピークがあって、でまあハッチがもう終盤に入るってパターンになる。それはあんまり大きくないけど、ちょっとやってみるか。フライをね、16番のスペントダウンにチェンジしました。向こうのやつを釣りたいんだ。30センチ奥だ。よし、あれあっちやよし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 、食べた。あー抜けた。バーブレスは抜けました。今ライズのとこ行ったけどね、やっぱドラッグかかるな。よし、あれバレるな。あんなんでドラッグがかかってるやつにさ、バーンなんて出ちゃうんだな。まだもう一回ぐらいあるんだろう。流れ始めた。あそこの真ん中のヨレの上のちっちゃいヨレだ。今上でパシャンパシャンってから見たらツバメだ。だからツバメが水面叩くってことはなんか流れてるってことなんだけどね。こっち
あれはあんまり大きくないな。一回流してみるか。あ、違う、本物食べたということはフライがダメか。あれだとねちょっと向こうすぎる。フライが違うな。フライが違う。ちょっとあっちの真ん中のよれを一回流してみるな。よし。さっきからライズしてるよれの中の魚が。これまあまあですね。そこ石があるからこれをクリアしたいんだな。これはよれでライズしたヤマメです。まだ強いな。強いな。流れも重いけど魚も強いです。すごいパワーだこれは。よいしょ。30何センチやな。いい大きいね。はい、また元気になってください。大好きな天気なんだけどな。水温より雨のがあったかいね。やっぱ春の雨になってきたんだね。今のライズもさ顔出さないな。今回使ってるロッドは、ID の、8フィート11インチの4番。ID の中でもアクションは一番気に入ってます。ここのカーだと30センチオーバーも釣れるので、そのぐらいにはパワー的にもちょうどいいロッドです。まだ何にも流れてないな。お、ツバメが出てきた。あれは届かないな。この天気でタッチがないはずないけどな。とりあえず一発流して。ちょっと段が流れ出してんな。上でライズして、ちょっとライズ始まったな。
あのね、ドラかかってるやつ出ちゃった。よし。ああ、いいところで出た。いい毛です。よし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 、綺麗なやつだね。これはね、ちょっと泣き尺かな。はい、14番のソラックスだ。よし。ちょうど今ね、シズミ石の頭のところでライズした魚です。ライズしてるけど、今のはフライの30センチ下流だったね。顔出さないね、ライズ。ちょっとフライ変える。スペントなんで食べるか。ちょっと違うか。あのね、同じとこにね、定位してなくて動きながら食べてる。顔出さないからね、水面を流れてる段は食べてないです。段も流れてるけど、水面の段は食べてないな。ちょっと待って、フライを変えないとダメか。フライを変えます。今ね、フローティングリーフで変える。顔出してないな、全然。ちょっと違うね、フライが。これはちょっと違う魚やった方がいいな。なんか天気の割にライズ少ないな、もうハッチが少ないな。これだとね、フライ先行になってないから、この世でドラッカーチ。本物の今ダンもいるけど、本物も食べないな。ドラかかるな。難しいところにいるんだ。違う、本物食べた。布を食べました。
これが出そうなライズだけど。よし。いいライズだったけどね。これをやり取りが大変だ。今はやっぱ綺麗に出たね。うわ強い。よいしょバッチリだね今のは。おお、これも30オーバーだ。大きいよ。35ぐらいあるんじゃないかなこれ。今その下でもライズしたでしょ。フライ変えるからね。まあでも水面直下の水面下のライズだね。奥でもいいライズしてるね。今のはちゃんと流れれば出るライズだな。水面のためだからね。今のライズだな。今のライズはね、水面の下を食べてますね。ちょっとこのライズはちょっと手強いかもしれないな。よし、食べた。あ、今なんで食べた。顔出したじゃないか。今のは乗ったと思ったけどな。ライズより20センチ奥だったな。ほぼライズのとこ行ったけど。あれ今ねフライのとこ来てるんだけどね、口開けてないな。綺麗も毎日いじめられてるから結構渋いね。結構ね段が流れてるんだけどあんまり食べないね。よし。ちょっと段が流れてきたからチャンスなんだけど偽物は食べませんすごいね横から。よいしょこれは今そこでライズした魚だから。抜けた。ちょっとフライ変えるな。今のだよ。ちょっと手前だった。ライズのとこ今フライ行ってんだけどね。
今のライズはね、水面の下のものを食べたやつね。今も出てもいいんだけどな。まあね、やっぱ水面下だね。ちょっとなんか流れ出したかもしれない。今そこで顔出したね。水面下だね。いいライズ。全然顔出してないね、そこのライズ。段が流れ出してる。フライ変えるか。これは多分ね、スペイントダウンでも出ないと思うんだ、水面流しても。いや、だからあそこでドラッグ買っちゃうから。ライズの手前だよね、ドラッグ買っちゃった。もうあれ間違いなく水面直下ですよ、幕裏側。で多くの人がだからあれでライズ下で鼻先が出てて浮いてるもん食ってるって思って一生懸命やっても釣れない。段が流れてる。あの絵も段流れてるけど、水面流れてる段は食べてないからね。水面を流れてくる何かを移動しながら食べてる。今のライズだとね、僕のところからちょっと近すぎるから、もうちょっとバックしないと。顔出してないからね、ドライフライじゃ食べないかもしれない。ほぼライズのとこ行ってるけど、今ドラッグ買ってる。ドライフライ食べないね。今ライズのとこ行ったけど、ドライフライは食べません。あ、これだとライズのね、今1メーター対岸より近すぎて投げらんない。これでライズのとこ行ってるけど、食べろ。よし、食べた。あれ今のはね、フライ出たんだからね。今フライに出たんだけど、フライが流れてきて、そのフライよりもね、ティペットが流し方が悪いから、これ先行しちゃってるの、ティペットは。だから多分口に入れてないから、魚が。あれはもう最悪の流し方をしてしまいました。これはね、スペイントダウンで16番。ここのルールはバーブレスだから、で僕が今これ巻いてきたフライはバーブレスじゃないんで、ちょっとバーブを潰してバーブレスにします。まあ、バーブレスもちろんバレやすいんだけど、まあどうせ釣っても離しちゃうんだからね、遅いか早いかでルールでバーブレスにしました。今やったら顔出さないんだよな、あれ。あれだけ何回もライズしてて一回も顔出してないんだよ、これ水面に。ライズのとこ行ってるけど食べないね。ドライフライじゃダメだってことか。
れでほぼライズちょっと遠いか。今のでねライズの50センチぐらい対岸寄り行っちゃったから。ほぼライズのとこ行ってるけどドライフライは食べないです。これ無視して奥のライズに狙った方がいいか。向こう狙った方がいいな。どうしてもやっぱり近い方を狙いたくなるんだけど、自分に狙いやすい距離があってね、僕はこっちのライズの方が狙いやすいんだけど見えない。お、出たあんまり大きくないけど流し終わりギリチョンだった。もうドラッグだーって時出た。これはあんまり大きくないです。あの距離のは狙いやすいんだな。よし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 、銀毛です。27センチくらいかな。もうギリギリでねピックアップしようするかどうかって時にスレスレでこれ追い食いしました。よし。今回ねちょっとハッチが、思ったほどなくて、連発のライズっていうのはなかなかなかったんですけど、ライズが単発でもあったところを、流せば上見てる魚なんで、ドーンと結構大きいのが出たりして、で久々で30センチオーバーを釣ったので、すごい楽しかったです。